ポーターキャブの荷台に板を張っておしゃれにするぞ。その3、加工用に安く買った煽りは錆が進み穴が開いています。なので腐食した部分は取り除きました。切り取った鉄板はチーズのように穴だらけです。左右の煽りで合わせて4箇所の鉄板を切り取り、防錆塗装で全体を保護しました。今回は切断したリアの煽りを溶接で取り付ける予定です。その前に煽りの補強材が板張りの邪魔になるので取り除きます。煽りのパネルを切ってしまわないよう慎重に切断します。一つ目の補強材は簡単に切断できましたが、二つ目は切断できません。原因は刃の摩耗です。新品に比べると2ミリくらいすり減っています。なので新品に交換します。無事外れました。切断面のバリを取り除きます。グラインダーで取れなかったバリをヤスリで落とします。鉄板の溶接をする前に鉄工所に相談すると、車のボディのような薄い鉄板の溶接は難しい、ましてや家庭用 100V では無理と言われました。先に言ってよ。もう切っちゃったし。諦めの悪い男が実際に薄い鉄板を溶接するとどうなるかチャレンジします。実験で使う鉄板は切断した補強材が厚み 0.9 ミリ、リアの煽りが厚み 1.4 ミリです。この2つを試します。薄い鉄板は溶けやすいと思って溶接機の出力を絞りました。結果スパークしません。出力を上げて溶接します。結果は穴だらけです。くっついていますが、これでは使い物になりません。もう一つの実験がこちらです。穴が開くのを恐れて出力を抑えて溶接しようとしましたが、やっぱりくっつきません。苦労して溶接した鉄板がこちらです。見てくれは悪いですが強度はあります。やはり穴は開いていますが、スポット溶接として使えそうです。切り取った部分の型を取ります。取り付ける鉄板の塗装を取り除きます。型に合わせて鉄板を切断します。
箇所の塗装を落とします。切り取った鉄板を合わせてみます。溶接します。長い溶接はダメです。鉄板が溶けてしまいます。スポット溶接で固定します。グラインダーで溶接面を整えます。溶接作業が終わりました。見た目はあまり良くないですが、強度はありそうです。シリコンオフで脱脂します。表面を保護するために防錆塗料で塗装しました。煽りのメタル作業が終わりました。やはり薄い鉄板の溶接は素人には難しかったですが、以前のチーズのような穴が開いた鉄板よりは良くなったと思います。次回は鉄板の穴を埋め、パテ埋めをして塗装ができる状態にまで仕上げます。ぜひチャンネル登録してこの続きをご覧ください。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。